ようございます。今まだマレーシアのクアラルンプールにいます。はい、今2日目です。で、今は朝なんですけど、一応天気予報によるとなんか雨降るはずだったんですけど、結局降らなくてすごい晴れてて、で今日は、今からバトゥ洞窟というところに行きたいと思います。インドに関係する観光地です。はい、今タクシーを待ってるんですけど、これから行きます。バトゥ洞窟はクアラルンプールの郊外にあるんですけど、タクシーで行くと約20分で着きますね。そしてマレーシアではグラブというタクシー会社、タクシーアプリがとても人気で有名で、一般的にみんな使ってるんですね。日本の Go タクシーみたいなアプリですね。ただグラブの場合は目的地までもう確実にどの金額がかかるかも書いてあるし、時間もどのくらいかかるか書いてあるので、タクシーを予約するときにもうお金がどのくらいかかるかも事前に分かりますね。そして安全なので、もしマレーシアに行ったら道でタクシーを捕まるんじゃなくて、グラブを使った移動をおすすめします。そして料金も日本と比べ物にならないです。とっても安いです。例えばクアラルンプールの中心部からバトゥ洞窟まで、20分くらいかかるんですけど、料金は500円くらいですね。一応電車でも行けるらしいんですけど、そして値段はもう100円もいかないらしいんですね。電車を使ってないのでわからないんですけど、そう読みました。バトゥ洞窟はヒンド教にまつわる洞窟です。一応マレーシアはイスラム教がメインの宗教、国教なんですけど、でも宗教を選ぶ自由があるので、実際は複数の宗教があるらしいんですね。で、その中でインドのヒンド教があります。で、このバトゥ洞窟はマレーシア国内では最も有名なヒンド教の聖地です。そしてこのバトゥ洞窟の始まりは19世紀の後半に至ります。19世紀の後半にヒンド教寺院として開かれたらしいんですね。そしてね、猿が多いと聞いたんですけど、来たら本当に多くてびっくりしました。そして洞窟に入るためにこの階段を登らないといけないんですね。で、この階段は272段があります。はい、高く見えるけど、実際は猿を見るために止まったり、階段から見える景色を見るために止まったりするとね、こういうね、周りを眺めながら登るとそんなにねきつくないんです。あっという間に登ります。そして登ったら本当に神秘的な世界が広がります。洞窟は思ったよりでっかくて、天井かな、高くて本当にすごかったんですよ。ちなみに鶏もいました。で、なぜか戦ってましたそれは想定外でした。びっくりしました。ちなみにいくつかのところで No shoes、靴を脱いでくださいということが書いてあったんですけど、でも気づいたのは、インドの方は多くの方がもうどこでもその No shoes が書いてるところだけじゃなくて、もうどこでもその階段のところも裸足で歩いてましたね。日本でもお寺とか神社とかに入る前に靴を脱ぐ文化があるんですけど、ヒンド教にもそういう文化があるみたいですね。そしてもう一つの階段です。ちなみに服装に関しても規則があるらしいんですけど、男性は何でもいいみたいんですが、女性はズボンか長いスカートかワンピースを裸の足が見えない服にしないといけないみたいですね。鶏がとても多かったです。印象に残りました。ちなみにこの洞窟はですね、なんと4億円前できたと言われています。すごく昔なんですね。で、多分この洞窟が見つけられた時に周りは森しかなかったんじゃないかなと思うんですけど、よく見つかったなと思いましたね。だって今階段があるんですけど、昔は多分階段もなくて岩というかね、山登らないと見つけられなかったと思うんですけど、すごいと思います。はい、そして洞窟の中のスペースもとても大きくて、展示物もたくさんあって、こうやってね中を散歩するのはとても
楽しいと思います。本当にすごいところだと思います。私はとっても感動しました。この大自然に、洞窟もね自然なんですよね。はい、だからこの大自然に癒されました。本当に中に入ってから時間が止まったかのように感じましたね。ちなみに猿は可愛く見えるんですけど、実は少し危ないので気をつけてください。なぜ危ないかというと、普通に袋とかね、特に食べ物とかね入ってる袋を持ってたら取られる可能性がありますね。で、自分の目でもそれを見ました。男性が袋を持ってたんですけど、普通のね白いビニール袋ですね。で、中に花が入ってましたね。で、なぜか猿がすごい勢いでその袋を奪おうとしてたんですね。男性の手から普通に近づいてて、急に手を出して袋を掴んで奪おうとしてたんですびっくりしました。全然人を怖がらずに。なので袋とかを持っていかない方がいいと思います。そして大事なものをしっかりね取られないように持っててくださいね。そしてもう一つのねエピソードがあったんですけど、ある男性がコカ・コーラのね1リットルボトルを置いといたんですね。で写真撮ってる間に猿がそのボトルを奪ったんですね。奪って、で違うところに置いといて、男性がそのボトルを取ろうとした時にすごいアグレッシブに声出して攻撃しそうだったんですね。猿もねコカ・コーラが好きということですね。そういうことがあるので猿に少し気をつけてくださいね。皆さん、バトゥー洞窟はすごく綺麗でした。すごい神秘的で幻想的で行ってよかった。とっても綺麗。特に中に入るとコウモリとかもね飛んでて、で外から上からちょっとだけ光も入ってて、そして水もちょっとたまに流れてて別の世界にいるみたいな感じなんですね。最高でした。とってもおすすめです。でクアラルンプールの、中心部から車で20分なので、とても行きやすいです。ここは一番気に入りました。この2日間で。今から、中心部にまた戻りたいと思います。今 KLCC 公園にいるんですけど、昨日は、このツインタワーの近くの、そこから少しだけ見たんですけど、今中に入って結構綺麗ですね。いつもの雰囲気、例えば代々木公園とかその雰囲気は全然違いますね。ヤシの木とかもあるし、あと南国の木とかそこも、見えるかな、そこ、そう不思議な感じ。あと思ったんですけど、一年中はこの暖かい天気なんですね。30度くらい。それもすごく不思議だったんですよ。あとはせっかくなのでちょっと皆さんはもしマレーシアに、クアラルンプールとか行ったら、注意しないといけない点があります。ちょっとまたね今、道路とかね渡った時に思ったんですけど、ルールがすごく曖昧で、みんな歩く人も、赤信号なのに渡るし、そして青になるまでも結構時間かかるし、だから時間かかるからみんな行ってるのかな、わかんないけど、ちょっとそれは怖い。あとたまに車がね赤信号で止まってもバイクはねたまに通るんですね。だからそれも気をつけながら、青になっても気をつけながら渡らないといけないんですね。急にバイクが出るかもしれないので、それはちょっとね不便というか慣れてないで、信号なくても横断歩道があったとしても誰も止まらないです。はい、そういうね注意点があります。そう、道路にすごい気をつけないといけないですね。はい、それ以外は
とてもいい感じです。綺麗だし暖かいし、花粉症もないです。そう、東京でね、もう数日前すごい花粉症だったんですけど、薬飲んでも全然効果なかったんですが、ここに来て全然楽。こんなにね花粉症がないのは楽なんだって、感じます。はい。で今からちょっとカフェに行きたいと思いますね。行きましょう。来ました。すごいサンドイッチ美味しそう。美味しい。チキンとトマトとなんかレタスみたいなのが入って、もともと玉ねぎも入ってたんですけど、玉ねぎなしとなんなら玉ねぎなしで作ってくれました。嬉しい。美味しい。あと暑いということでアイスアメリカノにしました。昨日ね、カフェでホットのアメリカノ頼んだんですけど、すごく暑すぎて後悔しました。なので今回はアイスアメリカノです。美味しい。アイスでもなんか美味しい。前は冷たいコーヒーまで好きじゃなかったんですけど、でもやっぱり暑すぎるとなんか冷たいの飲みたくなりますね。ちなみにこのフライドポテトすごい赤い色してるんですけど、なんででしょう。辛くない。味的にもなんか普通のフライドポテトみたいな感じ。なんか美味しい。普通に美味しい。でも辛くはない。めっちゃいいところに着きました。よかった。で後ろもね噴水があるんですけど、今は覚えてなくて、多分ちょっと夕方になるとかな。夜はすごく綺麗らしい。で近くにツインタワーもあってすごい雰囲気がいいです。でそこはKOCC 公園があります。最高で、外は暑いんですけど、ここは結構天井についてる扇風機みたいなのがついてて涼しくて気持ちいいです。はい、夜の噴水です。綺麗ですね。実は音楽も流れています。日本語で何というかわからないんですけど、ロシア語では歌う噴水というんですね。ただ結構人気の曲が流れてたので著作権に引っかかる可能性があったのでちょっと消しました。すみません。雰囲気はすごく良くてとっても気に入りました。で周りにね座れるところもあって、普通にねベンチとかあとカフェもたくさんあって、噴水をね楽しみながらコーヒーとか茶とかも楽しめます。ということでマレーシア旅行はここまでになります。動画もここまでにします。少しでも参考になったらとても嬉しいです。少しでもね海外の雰囲気を味わえたら嬉しいです。もしね動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。そして次の動画では次の行き先をお見せします。楽しみにしてくださいね。それではまた会いましょう。いい一日になりますように。